今日はプロンプトを連続入力して音楽の特徴を強調する方法を解説するよ。プロンプトを連続入力すると効果が増える。それはかなり基礎的なテクニックだね。でもそもそもプロンプトって何だろう。これを明確に説明するのは案外難しい。まずはジャズと EDM を題材にしてプロンプトとは何かを説明していくよ。まずはジャズ EDM ジャズのように別の単語を続けて入力してみるよ。この場合は左側の単語だけ効果が出る。右側の単語は無視されて効果が出ないよ。つまりスノは文字列を左から読んで効果のあるプロンプトがあるかを探す。そしてプロンプト以外の文字は無視される。この仕様って実は結構厄介なんだよ。例えばボーカルをボーカルスやボーカリストと入力している人もいると思うけど、その S や IST は実は無視されていてボーカルの効果だけが出ている可能性もある。末尾の文字の効果があるかどうかはその文字を消して比較しないとわからないよ。さて次はジャズカンマ EDM とカンマを入れたよ。これはもちろん両方の効果が出るよね。じゃあスペースやハイフンやアンド、これで文字を区切った場合はどうなるかな。これも全部ジャズと EDM 両方の効果が出るよ。カンマ以外も区切り文字として機能するんだ。使う区切り文字によって効果に差は出るよ。それについてはまた別の動画で解説するね。つまりスノのプロンプトとは何かというと区切り文字で区切られていない文字列のことだから、例えば J-POP を例にするとプロンプトは J と POP になるよ。 J-POP は2つのプロンプトの組み合わせ。プロンプトの最小単位ではないってこと。長々と説明したけどようやく本題だね。プロンプトは連続入力で強調できる。つまり JJJ-POP や J-POP-POP-POP、 こんな強調をしても問題はないんだ。このスタイルでどんな曲が生成されるか実例を聞いて確かめてみよう。プロンプトを繰り返すよ。君の声が聞こえる。一つずつこけてゆく夢の続きを探そう。プロンプトを繰り返すよ。君の声が聞こえる。一つずつ溶けてゆく夢の続きを探そう。一つの単語に見える J-POP だけど実は J と POP でそれぞれ効果が違う。 J はアップテンポの縦乗りの効果がある。 POP はミドルテンポのポップスになりやすい。どちらかを複数回入力することで特定の曲調に近寄りやすくなるよ。ちなみに J は大文字でも小文字でも一文字で立派にプロンプトの効果がある。ポップから離れて単独で使っても面白いね。今の BGM では尺八と合わせてるよ。ちなみにハイフンは区切り文字でしかないから J スペースポップでも J カンマポップでも似た効果になる。ただちょっと効果の出方が変わるから特に狙いがなければ普段の表記が一番かな。次はデスメタルを考えてみようか。当然これもデスとメタルの2単語だよね。どちらを連続入力したらどうなるかまた実例を聞いて確かめてみようか。プロンプトを繰り返すよ。君の声が聞こえる。一つずつ溶けてく夢の続きを探そう。さあに見た夢また忘れてしまった。君の顔はどこかでまた見つけたいよね。デスメタルは2つのプロンプトのそれぞれの効果が分かりやすかったと思う。デスはデスボイスとリズミックな効果、メタルはメロディックなメタルになる。だからデスボイスを入れたいときはデスだけを連続入力して強調すればいい。〇〇ポップとか〇〇ロックみたいな有名なジャンルの亜種みたいなタイプは
メインジャンルの単語を強調してもメインジャンルの曲に近寄るだけだから、そのジャンルを説明する〇〇の方だけを連続入力するとうまく強調できるよ。最後にちょっと注意点ってことで、ハッピーハードコアの実例を聞いてみようか。これは J-POP やデスメタルとは違うちょっと特殊な形のプロンプトなんだ。プロンプトを繰り返すよ。君の声が聞こえる。一つずつ抱けてゆく夢の続きを探そう。プロンプトを繰り返すよ。君の声が聞こえる。一つずつほけけてゆく夢の続きを探そう。プロンプトを繰り返すよ。君の声が聞こえる。一つずつ溶けてゆく夢の続きを探そう。ハッピーは高音で明るくなって、ハードコアは低音で暗くなったね。でもハッピーを単独で入力してみると、そこまで明るくないし、何より高音要素がない。ハッピーの場合はハードコアと一緒にすると高音で明るい効果が発揮されるわけだね。こんな風に特定のプロンプトの有無で効果が変わってしまうプロンプトも多い。全く別のジャンルでも使われるような一般的な単語はこの性質を持つ場合が多いね。1単語の中に複数の効果があって、単独だと効果がはっきりしないけど、他のプロンプトで曲調が決まるとそれに合わせた効果を発揮するタイプだよ。だから2単語以上のプロンプトの片方だけを使う方法は失敗することもある。でも両方使った上で片方だけ連続入力する、この方法は大抵のジャンルで使えると思う。今回はプロンプトを連続入力して効果を強調する基本的な方法を解説したけど、個々のプロンプトにどんな効果があるのか、そもそもプロンプトとは何なのか、それをしっかりと理解しておかないと違う効果を強調してしまう可能性がある。普段使い慣れているプロンプトでも改めて効果を確認してみてもいいと思うよ。それじゃまたね。